こんにちは、さいとうなおきです。今回はイラストでバズるための方法ということで、イラストをね、SNS に上げて、たくさんの人からいいねをもらって拡散されたら楽しいですよね。まあね、もちろんそれだけが絵の楽しみ方ではないんですが、一度はね、そういったバズりに対して憧れを持つ気持ちもわかるのではないでしょうか。今回はね、そういったお悩みに対してイラストのバズらせ方のアイデアについていくつか紹介していこうと思います。まずはこれに関連した質問が来ております。30代ピーヤさんからの質問です。動画を拝見しており、本も参考にさせていただいております。情報発信ありがとうございます。最近の悩みなのですが、超巨大ジャンルの人気キャラの二次創作をしているのですが、いいねが全くつきません。二次創作はキャラの知名度などを借りて共感を呼びやすいはずだと思うのですが、描いている人の人口も多く、上手い人がいくらでもいるため、わざわざ下手な人の絵まで見ないだろうなと思ってしまいました。自分の絵は大好きなのですが、みんなが悩むように下手な絵に価値はないという気持ちになりつつあります。最近読んだ本では、傷ついてしまうので絵が上手くなるまでは SNS に絵を上げない方がいいと書いてあったのですが、自分の好きなキャラのこんなシチュエーションの絵が見たい、描きたいから見てほしいと思ってしまい、 SNS につい上げてしまいます。それでいいと思いますよ。またそのキャラが好き、見てほしいという気持ちがあるからこそ、0いいねだと辛くなってしまいます。それもね、わかります。絵が上手くなるまでは SNS の投稿をやめるべきでしょうか。その場合どのくらいまで描けたら絵を上げていいのでしょうか。 SNS に投稿するにしても誰も見ないものだと最初から諦めるべきなのでしょうか。絵の情熱やキャラへの愛に比例して絵が見られないことが悲しくて、どうして絵を描いているのかアップするのかわからなくなってきてしまいました。私はどうすればいいのでしょうか、ということです。ピーヤさん、ご質問ありがとうございます。超巨大ジャンル大人気キャラの二次創作をしていらっしゃるということなんですが、それでもね、なかなかバズらなくて凹んでしまったってことなんですね。これに対して質問者さんのピーヤさんは、やっぱり下手な絵に価値はないのかなと落ち込んでしまっているようです。もちろんですね、ピーヤさんがおっしゃるように、絵がめっちゃ上手くなって、その上で SNS に投稿すれば、今より絵が拡散されやすくなると思います。なのでね、自分の心が傷つかないように、上手くなるまでは SNS には投稿しないというのも一つの方法ではあると思います。というか僕もその方法には賛成ですね。ただね、やはりそう言っても、承認欲求には完璧に蓋ができるわけではなく、それゆえにピーヤさんも悩んでいるという状況だと思います。わかります。ピーヤさんがね、SNS への投稿を上手くなるまではやめたいというのであれば、僕は全然それでもいいと思います。ですが、もしそうではなくて、上手くなくてもバズってみたいんだという気持ちが強いのであれば、これから僕が言う方法を試してみてください。もちろんですね、ピーヤさんがどういう絵柄かにもよるんですが、絵柄と手法がぴったり合えば、今の段階で絵がめちゃめちゃ上手いというわけではなくても、効果はかなり期待できると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。背景をきちんと描く。まずですね、すごく単純なことかもしれませんが、これは言っておかなければいけません。それは、色を塗って背景もちゃんと描きましょうってことです。というのは、絵って超上手くない限り、線画だけではどうしても見栄えがしにくいんですね。色が塗ってある絵と色が全く塗っていない絵、単純に見比べると、色が塗ってある絵の方がパッと目に飛び込んできます。そんなの当たり前だよって思う人も多いかもしれませんが、これですね、驚くほど多くの人が色が塗っていない、もしくは簡単にね、ちょっとさっと塗ったような状態で、ほとんど線画の状態で絵を投稿して、で、その上でね、バズりません。どうしたらいいですかって悩んでいる姿をよく見かけます。そんなの当たり前です。だって色塗ってないんだもん。それじゃあね、目立ちませんよ。少なくとも、やれること全部やってから悩みましょうってことです。キャラクターにはちゃんと色を塗る。で、それだけでは背景がスカスカですから、背景もキャラクターと同じようにきちっと色を塗って最後まで描き上げる。完全にね、自分の楽しみだけのために描いているっていうのであれば、描きたくないものは描かないで、今のままで全然いいんですが、少なくともね、バズりたいっていうのであれば、完成度を上げる努力はしなければいけません。もしかしたらね、これを聞いて、絵が上手くなくてもいいって言ったじゃんって思う人もいるかもしれませんが、これはですね、上手さとは違います。皆さんね、外出するときに服ぐらい着るでしょ？で、髪を溶かして男の人であればね、髭も剃るじゃないですか。他人に評価されたいっていうのであれば、左
最低限のことはしなければいけない。今言ったのはそのぐらいのレベルの話です。一部ですね、部屋着のまんま、着飾らないまんま評価されているように見える人もいますが、それは部屋着のような服をわざわざ着ているような人たちです。これはね、惑わされないでくださいね。そういう演出をしているんです。基本的には色はちゃんと塗る。基本的にはね、服をちゃんと着てください。色は全部ちゃんと塗る。背景も全部描く。ちゃんと絵を完成させる。それをやってないのにね、評価されませんって言っているのは、これね、もうはっきり言うとただの甘えです。まずはここがスタートラインですからね。それは覚えておいてください。はい。ただですね、おそらくピーヤさんの質問文を見ていると、この段階はクリアしているように見えます。その場合には次のアイデアを取り入れてみてください。プラットフォームを変える。意外と盲点なのが、プラットフォームを変えるということです。これはですね、結構全ての悩んでいる人たちに効果があると思っています。というのは、おそらくキャラクターイラストがバズらないと悩んでいる人の大半って、X で絵がバズらないと悩んでいる人が多いと思うんですよ。でもね、X でバズる絵って、あくまで X での空気感にのっとって評価されやすい絵なんですよね。これ注意なんですが、それが全てだとは思わない方がいいです。実際ね、X では全く評価されないのに、インスタに投稿したところ、瞬く間に人気を集めてしまうような人も多いです。X はね、どちらかというと、笑えるようなネタとか、皮肉が効いたようなネタとか、あとは時事ネタとか、それにのっとったような漫画であるとか、ある程度言語にも置き換えやすいものの方が拡散されやすい傾向にあると思います。対してインスタは全く違います。X よりもどちらかというと言語情報を削ぎ落としておしゃれとかアート方面に振ったようなそういう作風の方がインスタでは受けるように僕には見えています。聞く限りですね、ピーヤさんはキャラクターイラストの二次創作っていうことなので、もしかしたらね、インスタにはハマりにくいかもしれませんが、それで言うと TikTok とか YouTube とかに場を移すのもありですね。TikTok とか YouTube とか動画じゃんと思われるかもしれませんが、別にね、アニメーションを作る必要はないんです。仮に一枚絵であっても動画的な見せ方をする手法はいくらでもあります。例えばね、僕が見て面白かったのは、色の塗っていない一枚の絵にわざとね、コーヒーをこぼすんですよ。ビシャーって。で、見ている人はね、もうやっちゃったって驚くじゃないですか。そこでね、まず見ている人をびっくりさせます。そしたらね、そのコーヒーの跡の上に色を塗っていって、こうしたコーヒーの跡ありきでですね、それを絵柄にも落とし込んでいっちゃうっていう、そういう動画でした。動画だとそういう見せ方ができるんだってね、結構感動でしたね。これはね、今思いついたことですが、コーヒーをこぼす代わりに、例えばね、一部破いちゃうとか、ビーって破いちゃうとか、例えば穴を開けちゃうとかね、あとは先にインクのついた手形をバーンってつけちゃうとか、そういう感じでやっても面白いかもしれませんよね。これはですね、全てにおいて言うことができるんですが、評価されずに悩んでいる人って、X のような、昔からあるような場所ではなくて、ある程度ね、新しい新天地で目立とうとした方がいいですよ。なぜかというと、そっちの方が圧倒的に技術が必要ないからです。もしね、ピーヤさんが技術が自分には足りない、下手だというのであれば、ガラッと発表の場を変えて、全く違う評価軸で動いている他のプラットフォームを探してみることをお勧めします。その方が何かきっかけをつかみやすいと思います。自分の成長を見せる。さっきはね、うまくならなくても絵は拡散されると言いましたが、結構ね、人気なのが、ビフォーアフター的な見せ方でバズらせるという手法です。自分の成長を見せちゃうっていう方法ですね。こっちが1年前の僕の絵。そしてこっちが今の絵です。めっちゃ上手くなったでしょ的なやつですね。これはね、X でも人気がありますし、定期的にバズっている人を見かけます。例えば僕が紹介した3ヶ月上達法を試して、練習する前と練習した後でどのぐらい差が生まれたかっていうのをビフォーアフター並べて投稿した人がいましたが、これね、何人もバズっている人を見かけたことがあります。以外のね、他のコンテンツを見ていても、この期間でこのぐらい成長したというのはとてもバズりやすいコンテンツのように思えます。人ってですね、人の成長にすごく興味があるんですよね。もっと言うと、その人の成長を見ていると、自分もこのぐらい成長できるかもってワクワクさせてもらえるじゃないですか。自分も頑張ろうって前向きな気持ちにさせてもらえますよね。その意味でもこういうやり方はおすすめです。自分の成長をコンテンツにしちゃうっていう考え方。成長している過程すらコンテンツにできるので、これはね、一石二鳥のやり方ですね。成長した後に成長する前はこんな感じだったという発表の仕方もいいですし、これから成長するぞっていう時に成長する前にね、宣言してやり始めるのもいいでしょう。これもね、どちらかというと動画に向いているような内容ですが、X で絵だけ投稿してできないわけでもないと思います。ずらし
はい。これはですね、以前にも動画でお伝えしたことがあったんですが、前の2つは少し変化球だったので、次はどちらかというと真っ当な工夫というか、イラストだけで勝負したい場合のやり方ですね。それが、ずらしです。二次創作の絵ってよほど上手くなければね、上手さで目立つことって難しいです。ピーヤさんがおっしゃるように、人気ジャンルともなれば上手い人はたくさんいますからね。そんな中で使えるアイディアが、ずらしです。二次創作のキャラをそのまま描くのではなくて、ちょっとオリジナルからずらして描くことで、見ている人を楽しませる手法です。例えばね、わかりやすい例で言うと、絵柄ずらしがあります。例えば定期的にバズっている例として、ドラえもんの絵を今の絵柄風にずらして描くっていうやり方があります。もうスネ夫をね、超かっこよく描いたり、静香ちゃんを今風の絵柄で超可愛く描いたり、そういう感じですね。あとは例えば、アメコミ風に描いても面白いかもしれません。そもそもね、絵の上手さに頼りたくなければ、毛糸とかで編んでね、手芸風に作ってみてもいいかもしれませんね。これはですね、かなり昔から使われている手法で、もうなんなら使い古されたような手法ではあるんですが、でもこのやり方は誰にとっても面白くて分かりやすいので、定期的に話題になっている人を見かけます。再現性が高いバズらせ方と言えると思います。あとは衣装ずらしでしょうか。これもね、人気の手法です。例えばファンタジーのキャラに制服を着せて学園風に見せてしまうっていうのは鉄板のやり方ですし、時代劇のキャラを現代の最先端ファッションに置き換えて描くっていうやり方もあります。特にね、学園ものにするっていうのは割とみんなが好きなずらしなので、公式がね、やっている場合すら多いですね。今紹介したのは2つの例だけでしたが、このずらしは考えればいくらでもアイデアが浮かんでくると思います。描いている方も見ている方も楽しいやり方なので、これはね、ぜひチャレンジしてみてほしいと思いますね。人気のものと組み合わせる。他には他の人気なものと組み合わせて注目を集めるという方法もあります。例えば全世界、人種、地域を問わずに大人気なものといえば猫でしょ。猫とキャラクターとの絡みみたいなシリーズを何個か書いていっても面白いかもしれません。はい。みんな猫好きですからね。思わず癒されてしまいそうです。でもね、考えてみればキャラによって猫への接し方や距離感は変わってきそうですから、そのキャラクターの書き分けもうまくできそうですよね。そういう意味では二次創作の目的ともバッティングせずにプラスに働きそうじゃないですか。あとはね、これは何のコンテンツかは断定しないですけど、例えば超人気のカードゲームの枠にですね、他の人気キャラクターを書いて、その世界観に当てはめてみるっていうやり方もね、最近では見かけましたね。これもね、ある意味では人気のものと人気のものの掛け合わせと言えるかもしれません。はい、ここまで聞いて分かったかもしれませんが、絵でバズるっていうのは、絵をうまく描くこととは全く違う頭の使い方をする必要があるということにお気づきだと思います。最初の背景はちゃんと描くというポイントは、絵を描くことに対する直接的なね、指摘だったんですが、それ以外はね、むしろ絵を描く前の工夫だっていうことに皆さん気づいたと思います。プラットフォームを変えるは、自分の絵の雰囲気に合わせて絵の発表の場を変えよう。もしくは逆に発表の場の空気に合わせてコンテンツの内容を変えていこうってことですし、2番目のね、自分の成長を見せようっていうのは、上手くなるっていう前提ではありますけどね。でもそもそも見せたいのは、上手い絵そのものではありません。成長自体がコンテンツなわけです。ずらしや人気があるものとの組み合わせに関しても、売りにしてるのはね、上手さではありません。こんな風にずらしたら面白いよね、素敵だよねっていうアイディアそのものです。もちろんね、最初に言ったようにバズるためには最低限の上手さっていうよりかは丁寧さは必要だと思います。そこはね、包み隠すつもりはありません。さっきも言ったようにね、家の外に出ていくためにはパンツを履いて、ズボンを履いて、そして上着を着て、髭を剃って髪は整えるくらいはするように、ちょっと面倒だと思ってもね、色を塗って丁寧にイラストを仕上げるくらいのことは、これはもうね、必須です。これは上手さ以前の問題だからです。ただね、そこまでした上で、じゃあどうすればもっと人に届く絵になるのかというのであれば、それはプラスアルファ、上手さとは違うあなたならではのアイディアをそこにプラスする必要があります。でも逆に言えばね、アイディアが面白いって人に伝われば、そこまで絵が上手くなくてもあなたの表現は多くの人を楽しませることができるコンテンツになり得るってことです。バズる方法はね、一つじゃないので、いろいろと試してみてね、ご自分に合うやり方を探してみてください。きっとできると思います。諦めないで応援しています。といったところでいかがだったでしょうか。最後にね、念押ししますが、バズるかどうかっていうのは評価軸の一つでしかありません。バズらなかったからといって、じゃあその絵がダメなのかっていうと、全くそんなことはないってことですね。ついね、いいねが思ったようにつかないと、俺の絵はダメなんだってね、凹んじゃうことって結構多いと思うんですが、
が、一つの評価軸で評価されなかったからといって、それでね、絵を描くのをやめてしまったら、それこそ超もったいないです。そうなるぐらいだったらね、SNS に投稿しない方が全然マシですね。X でいいねがつく以上に、絵を描くことで得られる素晴らしい体験、素晴らしい発見は大いにね、あるので、そこはぜひ忘れないようにしてくださいね。それと今回は、絵を描く前についてのいろいろなアイディアを紹介しましたが、そういうことじゃなく、俺はキャラの絵自体を魅力的に描きたいんだよっていう人も多いと思います。まあ、そりゃそうですよね。そんな人にはこちらの動画、完全解説、立ち絵の描き方とコツ、全部公開しますがおすすめです。この動画はキャラクターの全身イラストをどのように描いたら魅力的に仕上げることができるのか、僕の秘密のテクニックをぎっしり詰め込んだ動画になっております。気になる方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。